皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは麻生副総理の発言についてです。麻生副総理といえば非常にズバッと物を言う人として有名ですが、今回も文藝春秋のインタビューに答えて非常に明快に警告について言及している部分がありました。ですので今回はそのことについて触れていきましょう。なお、今回はあくまでも警告の部分だけを抜き出してはいますが、インタビュー記事全体を見ても非常に面白い記事になっているので、ぜひとも皆さんも目を通されることをお勧めします。それではニュースをどうぞ。文藝春秋より、麻生太郎副総理が激白。安倍総理よ、会見へ4選の覚悟を。隣国とは仲良くなれなり。しがらみのない政治なんてない。安倍長期政権を支え続けている麻生太郎副総理を訪ねると、歯に衣着せぬ麻生節が飛び出した。安倍首相本人は否定しているが、麻生氏は安倍4選に言及する。その心の内は、万が一の場合は警告への金融制裁も。北朝鮮問題をはじめ、東アジアの安全保障環境は厳しさを増していますが、最大の懸案は警告との関係でしょう。問題は、警告という国家そのものよりも、国際法をないがしろにし続けるムン・ジェイン政権の姿勢だと思いますね。そもそも1965年の日韓請求権協定で、日本は警告に対し無償3億ドル、有償2億ドルの経済支援を行いました。結果、韓国の奇跡と呼ばれる警告の経済発展につながったわけです。それを今更なかったことにすると言われたら、ちょっと待ってくれと言うしかない。万が一、警告側が徴用工判決で差し押さえしている民間企業の資産の現金化などを実行したら、こちらとしては厳しい例をあえて言えば、警告との貿易を見直したり、金融制裁に踏み切ったり、やり方はいろいろあります。いずれにしても日本より経済規模の小さい警告が先に疲弊するのは間違いない。その上でムン・ジェイン大統領がどういう判断をするのかということでしょうね。よく隣国だから警告と仲良くしようというような一部の論調がありますが、世界中で隣国と仲の良い国などあるのかね。そういうことを言うのは外国に住んだことがない人です。隣の国とは利害がぶつかるもの。インドもミャンマーも国境を接する中国とは仲が良くない。インドネシア、ベトナム、懸案を抱えていますね。日本と中国の関係も同じです。よく日中友好と言いますが、友好は単なる手段に過ぎません。友好を築いた結果、損をしたら意味がない。大事なのは日中共益。双方が利益を得ることです。小泉純一郎内閣で外務大臣だった頃、俺が日中友好には興味がないと言ったら、日本では大騒ぎになりましたが、中国の李外務大臣に共益と紙に書いて示し、重要なのはこれだろうと言ったら、彼は強くうなずいた。中国人は重要なことをちゃんと分かっているんです。あと、中国人というのは商人ですからね。日本じゃ江戸時代に士の交渉という身分制度があったけど、中国人からすれば、なんで商が一番下なんだと理解できないと思いますよ。警告の部分だけを抜粋しましたが、麻生副総理のインタビュー記事はまだまだあります。以下が目次です。気になった方は動画の説明欄にアドレスを貼っておくのでお読みください。長期政権の理由、麻生 vs 菅不仲説の裏には、政権最大の危機は今でしょ。万が一の場合は警告への金融制裁も。今回はこの部分だけを抜き出して皆さんにお伝えしました。安倍総理を気に入っているトランプ大統領。この数年で中国に負けないだけの国力を、キャッシュレスでは店はも儲からない。日本の強みはものづくりの元の元。1回で1000万円を使う外国人観光客。労働は善の日本、罰の欧米。もし吉田茂が今の時代に生きていたら、ポスト安倍の候補は岸田、加藤、河野、清和会との2大派閥に収斂させていく。11宮家から未婚男子の功績復帰を。差し押さえられた日本企業の資産が実際に売却されるかどうかというのは今のところ不透明です。これまでにも売却されるのではないかという話はあったのですが、実際には手続きをどんどんと先送りしています。現在のところ次の春にもするかもしれないという話はされているのですが、実際には春になったらまたその先へ伸ばすかもしれないという具合に、一体いつになったら売るかというのは全く誰にもわからない状況です。しかし実際に売るということが起こった場合には、麻生副総理の言うように金融制裁等も視野に入れているというのは非常に重大な発言です。そもそも1965年の日韓請求権協定以降、日韓の間では摩擦はあるものの、それなりに安定した貿易関係というものを結んできました。
しかしそのような状況をあちらの国がご破産にしてしまうようなことをするのであれば、日本の側も強い対応を取るのが筋です。麻生副総理の言った金融制裁というのが、いわゆる信用上の停止といった問題なのか、それとも貿易保険の停止なのかといったところについては分かりません。また他にも金融制裁といえば、直接送金の禁止といったものもあります。いわゆる許可制への移行です。こういった物流やもしくはお金の流れを止めるような金融制裁というものを行えば、経済の規模が大きい日本の方がダメージは少なく、総じてあちらの国の方のダメージの方が大きくなるものです。ただし、ここで注意しなければならないのは、この麻生副総理の考えというものが政権内部において共通の認識として持たれているかというのはまだわからないのが現状です。日本企業の資産が売却されましたよということが起こった時に遺憾ですといったような声明だけで済ます可能性もないわけではないのです。実際に日本企業の資産が売却された際には、麻生副総理にその金融制裁の陣頭指揮を取ってもらいたいものです。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それではニュースについてはここまでとします。皆さんもこの動画を見てお分かりだと思いますが、現在私は風邪をひいたせいで、喉がもうかなりやられている状態です。そのために声を張ることがなかなか難しい状態です。ですので、この喉が良くなるまでは少し動画の尺というものを短くするかもしれません。体調と相談しながらの動画作りということにちょっとなるのですが、風邪の一番ひどい時期というのは、おそらくは昨晩が一番のピークだったと思います。昨日は熱が少し出たのですが、それは今日の午前中にはかなり引いて、今では熱はほとんどなくなっています。ただ体力をかなりごっそりと持っていかれてしまって、声の張りもそうですが、立ちくらみなどもするために、まだまだ本調子ではありません。今は体調を戻すために少し安静にしていようと思います。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。今回のように声の調子が悪いのはそう何回も続くわけではないので、今後は良くなっていくでしょう。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。